不穏な風が吹き抜け、月は怪しげな光を照らし、夜の王たるこの私を高ぶらせる。でも、私たちの運命も狂わせた。昨夜、1時間後、みんなをいつもの場所に集めてちょうだい。かしこまりました。長い一日になるわね。説明しよう。コウマ館は、住人が、というと爆発する運命を背負った。運命を変える住人は、ゼミリア・スカーレット、グランドール・スカーレット、イザヨイ・サクヤ、本命リン、パチュリーノ・レッジ、コアクマ、計6名だ。彼女らが、の順に発生した場合、コウマ館が爆発するぞ。ただし、発生しなかったり順番が違う場合はセーフだ。時間は24時間。果たしてレミリアはコウマ館爆発を阻止することができるだろうか。もちろんできない。これは、そんなレミリアの悪あがきを描いた物語である。というわけよ。質問を受け付けるわ。わかっているとは思うけど、使う文字に注意なさい。メイリン、言ってごらんなさい。どういうわけですか？そういうわけよ。どういうわけですか？私だってわけわかんないわよ。でもしょうがないじゃない。そういう運命なんだから。そうおっしゃられましても。ま、そんなわけで。この私が呼ばれたってわけさ。どうやら、事態は鮮やかではなさな雰囲気出されましても。あ、そっか。とにかく、今は爆発をどう防ぐかを考えなさい。さすがパチェ、早速何かいいアイデアが？図書館戻っていい？いいわけないでしょ。今まで何聞いてたのよ。家が爆発するっつってんでしょ。いつも通りじゃない。なれいな。わかったわ。じゃあ残念会の準備すればいいのね。あ、それはこっちでやっとくよ。お願い話を聞いて。名前を呼んではいけない悪魔、何かしら？はい。ああ、なるほど。名前じゃないですが。要するに、血に出さなければいいんですよね。だったら一日何も話さなければ良いのでは？いえ、それはダメよ。どうしてですか？だって生活に支障をきたすじゃない。それは最後の手段にしましょ。それもそうですね。やっぱり慣れてる。それに、ただ黙って待っているだけじゃ不十分よ。昨夜、承知いたしました。運命に絡んでいるのは私たちだけではありません。館の外から爆破される可能性もあります。何その館避難しなきゃ。ターゲットとなるのは、勢い任せで魔法を乱発する。霧雨マリサ。幻想郷の無自覚な爆弾魔。アリス・マーガトロイド。以上2名の排除は必須です。ただ排除といっても、平和的な方法をとってちょうだい。反感買って爆撃されたらたまったもんじゃないわ。だったらアリスは話すだけで済みそうね。ならそっちは私が行くよ。ちょうど用があるからね。そしたらマリサの方は、私が向かいます。奴に平和的な方法など取る必要ありません。お任せください。必ずや仕留めて参ります。姉さん、小悪魔さんあんな方でしたっけ？長い間本を返さなかったから。今は返してるって聞いたけど、すぐ返し忘れるのよ。その度取りに行かせてるから。あ、なるほど。じゃあマリサはあなたに任せるわ。相手はそれなりの実力者よ。油断しないでね。ラジャー。痛い。作戦はそれでいいとしても、みんなにはお互い連絡を取りながら各地に行ってもらう必要があるわ。そこで用意したのがこの装置。こいつのテストに付き合ってもらうよ。何の機械ですか？爆発するのかしら。爆発したら元も子もないで。こんな機械よ。はしょりすぎでしょ。NG 文字を言ったか判別するための装置だよ。言った場合はさっきみたいに効果音が流れるんだ。もっとマシな音源なかったの？この装置同士で通信もできるし、送受信のオンオフ切り替えもできる。あと装置を見えなくする光学明細機能なんかもついてるよ。見えなくするかはともかく、なかなかすごいのね。音声認識ってやつかしら？通話先で判別してもらってるだけだよ。あ、私がやってますよ。そこ力技なの？とにかく爆発なんてしないの。わかった？あ、爆発はするよ。何やってんの？いやもうちょっと機能付け足したいなと思って。いらないから、なくしときなさい。でも爆発はやばい。はいよ。話は終わりよ。他に質問は？これがすみません。メイリンと私は何をすれば？二人に頼むのはごく簡単なことよ。二人は買い物がてら人里を調べてきなさい。それだけですか？わざわざ二人ですることでは。これでいいのよ。館の外に出ることが大事なんだから。それに、こんな時くらいあなたたちにはゆっくりしてほしいもの。これは命令よ。二人で楽しんできなさい。なんとお優しい。なぜ鼻血を出す？あれもん壊されるの回避してるだけだよね。必死ねレミー。でも本当にこれでなんとかなるんですかね？いつものパターンだと。だから、それをなんとかするために頑張るんでしょ。わかったら寝なさい。解散。レミー。何？はい、ポーズ。おのれパチリのレッティー。やっぱり無理ですかね？
これ新しい装置ね。頼んだわよ。はい。ですが門番の方は、今日一日は結界を張っておくから。安心して羽を伸ばしてらっしゃい。そうですか。ありがとうござい。と、言葉には気をつけなくちゃですね。気を抜きすぎちゃダメよ。じゃあ、頼んだわよ。はい。あなたも。あなたは、今日の私は近畿にくれる存在、ノーネームとお呼びください。昨日のことが勘に触ったなら、そんなことないです。大変気分が良いです。ほっといていいわよ。このノーネーム、必ずや白黒を仕留めて。だから仕留めなくていいって。フラン、この子がおかしなことしそうになったら頼むわよ。ゲットしてドカーンすればいいのね。こっちもダメっぽいわ。ニトリ、聞こえる？そっちはどう？はいよ、こっちもこれから出発するところだよ。装置の方は順調そうだね。アリスのことも任せてよ。これってこんな無線機みたいな音出てたかしら？これこっちで出してるだけだよ。無駄すぎるでしょ。雰囲気出るかなって。そういうのは内蔵しときなさい。そっちですか？豊里耳の御事言ったかしら？今日はよろしく頼むわ。はい、こちらこそ。私は住民の話を同時に聞くことができるので、皆さんのお声を全部聞き取れますよ。頼もしいアリさんは全然その手がかりにないと思いましたぞ。すみません。立て込んできたので私はこれで。そっちどういう状況なの？お気になさらず。無理があるでしょ。あっちはあっちでなんかあるのかしら。とにかく、我が家の運命は私たちにかかってるわ。みんな、未来を変えるわよ。はい。無理じゃない。私はデータ取れればいいし。白霊霊夢さんです。正解だ。マリサ。霧雨マリサさん。その通り。アリス。まあ、3歳本来の後ろにのも人形劇見てるんじゃないのか。アリスだ。よし。はいよ、アリスか？違うよ、フランだよ。フランか。ちょっと待っててくれ、今開けるから。あなたはいつもあの女のことばっかり。変な言葉覚えるんじゃない。よく来たなフラン。まあ上がってくらごめん、やっぱ帰ってもらっていい？なんでよ。お久しぶりです。本返してください。あの本まだ使ってるからもうちょっと。本返してください。いやな、もうちょっとで研究が終わるから。もう、そんなの後でいいでしょ。そうだ。フランは遊びたいの。そうだ。ではこの家を最速で壊す遊びはいかがでしょう。よーし頑張るぞ。頑張るんじゃない。よしわかった。じゃあこうしよう。弾幕で私に勝ったら返そう。それでどうだ？勝ったらも何も借り物を返すのは当然なんですがね。いいでしょう。いいの？はい。冗談のつもりだったけど。じゃあやるか。ちょっと怖く、なんとか、ノーネームです。いくらなんでもが悪すぎると思うのだけれど。そもそも目的を忘れてない？あなたの使命は爆破の阻止よ。新しい爆裂魔法の実験もしたいしな。やっぱり続けていいわ。仰せの通りに。斉藤。実験に付き合ってもらうぜ。任務を遂行する。それだけだ。Just a play or not? Round 1. Fight. ちょっと待ってくれ。これじゃ実験にならないんだぜ。なるほどね。ターゲットダウン。本を回収し、速やかに帰還する。この子こんな子だったの。ご苦労であった。それ何キャラなの？何の音かしら？さっきの音、ニトリかしら？いや違うよ。そう。で、こんなところに何の用かしら？とりあえず上がって、お茶でも用意するわ。トモス。そうする。コウマ館に愛着を持たせることによってなんとなく今日はコウマ館に対して爆発とかそういう危ないことはやめとこっかなって思わせて今日一日おとなしくしてもらうのが作戦だったのに、これじゃ効果は全く期待できない。かくなる上は。はいお待たせ。どすこいいた。どすこい、ちょすこい。前が見えない。どすこい。待って。一体何なの？
でも売りに来たのかしら？いやいや今日は売り込みに来たんじゃ。に来た。実は今日はレミリアからの依頼でね、なんかコウマ感が爆発する運命らしいんだ。いつものことじゃない。まあ共通認識だね。本人は何とかして食い止めたいらしいんだ。で、アリスはその運命に関わる一人なんだって。それで？だからアリスの家を吹っ飛ばせばなんとかなるかなって。おかしい。そこがどう考えてもおかしい。だからの言葉の意味わかってる？やれやれ、困ったお嬢さんだ。私はこう見えても忙しいんでね。力ずくでも止めさせてもらうよ。なんか無理やりバトル展開に。今日の私は一味違うよ。新型のバトルスーツを開発したからね。ああ、それ試したかったのね。ふふふ、見た目じゃわからないだろうね。高額迷彩で普段着と変わらないように見せかけてるからね。斬撃や打撃への耐性は従来の5倍。さらに炎その他あらゆる魔法に対する耐性も抜群。その上装備すれば運動補助機能が働き移動力は2倍。このバトルスーツがあれば負けることは。あれ？バトルスーツ。忘れました。あなた本当に何しに来たの？なんだろ。要するに、私がコウマ感の爆発を招くようなことをしなければいいのね。あ、はい、そうです。確かに、今日私は爆薬を使った実験をしようとしてた。資料を探しに大図書館に行こうかとも思ってたけど、やめておくわ。その代わり、今実験をするから手伝ってちょうだい。それでいい？聞いていたわ。それでいいわよ。レミリアさん OK いただきました。というかこれ電話一本で済んだんじゃないかしら。この結論に至るためにミニトリ消費されたわ。無駄な犠牲ね。じゃあ早速実験に。あ、ちょっと待って。もうなんなの次から次へと。何これ？作ったのアリスでしょ？なんで作ったの？正直に答えようか。ねえ。うるさいわね。そんな不快なもの見せないでよ。あんたが作ったんだよ。私も悪いと思ってるわ。こんな不愉快極まりないニトリを生み出してしまって。あ、やっぱこの話やめよう。お互い傷が深まるだけだ。やっぱさ、あれロイヤリティ払うべきだと思うんだよ。別に売り物にしたわけじゃないし、ただの試作品よ。いやでも川代ニトリは試作した時点でロイヤリティ発生するじゃん？聞いたことないわよ。その話はやめって言ったでしょ。ほら、黙って手を動かしなさい。へえ。それ混ぜ終わったら、そこの樽にある黒い粉を一杯入れてちょうだい。はいよ、いっぱいね。ちょっと、気をつけて、それは火薬。気をつけるの？キダー。ニトリ、ミッションコンプリート。ほんと？途中から聞いてなかったけどよくやったわ、ニトリ。川代ニトリはオフラインです。こうやって二人でゆっくり買い物するのも久しぶりね。そういえばそうですね。突然でしたが、ありがたいお心遣いですね。当然よ、私たちの主を誰だと思ってるの？時々こうやってのんびりするのもいいですね。普段なんか。あれ？そういえばそんなのばっかりね。最近レパートリーも豊富ですね。ええ、最近ちょっと色々試してみてるの。次はどんな技が来るのかな？ふふ、わざと居眠りしちゃダメよ。はーい。どんな会話だよ。あ、ニトリさん無事だったんですね。無事じゃないよ。無事だけど無事じゃないけど無事だよ。どっちよ。ああまあ色々あったんだよ。爆風でかなり遠くまで吹っ飛ばされて意識飛んだ状態で妙蓮寺に落下して救助まで1時間かかったけど、無事に終わったよ。それ無事って言うの？で、そっちはどんな感じ？マシンの調子はどう？そうね、特に問題ないわ。咲夜さん、お店見てきていいですか？はいはい。装置自体に問題はないけど、ただ、その無線機みたいな音、自分で出してるんでしょ？必要ないんじゃないかしら。これ近くにいる京子の声だけど。ピオリ聞いたか？話を戻すと、この道具自体は便利だと思うわ。感度もいいし、軽くて外れにくいし。ああ、すまない。はい？あら、ケイネじゃない。久しぶりね。ああ。まあ、そうだな。ところで、さっきから何を一人でブツブツ喋ってるんだ？生徒たちが怖がってるんだが。ニトリ。ほいさ。光学明細機能はない方がいいわ。あ、そう？咲夜さん、今日の夕食の材料を。あれ？ケイネ先生。やあこんにちは。こんな時間に人里でお会いするなんて、今日は授業はお休みなんですか？いや、今日は課外授業で社会科見学に行ってな。今はその帰りなんだ。そうなんですか。あ、皆さんお久しぶりです。みんな元気にしてたかな？みんなどうしたの？なんかもうごめんなさい。お願いですからなんか喋ってください怖いです。すみませんメイリンさん。みんな、そんなじっと見られたら誰でもびっくりしちゃうよ。あ、そうだね。悪いことしたら謝れってケイネが言ってた。
ちゃんと謝らないとね。せーので謝ろう。なのか。せーの。ラジオにやりなさい。許す。わーい。一体何なのかしら。ああ、あれはな。実は授業で、異変など歴史に関わった人間、妖怪の名前を覚えさせてるんだ。でも、見知った顔もフルネームは案外出てこないようでな。それでフルネームを言い当てることが流行ってしまったようだ。帰り道も大変だったよ。そういうこと。さっきはフルネームを思い出そうとしてたのね。ちょうどいい。こちらのお姉さんのフルネーム、わかるか？いやー、なんだか照れるな。あ、でも私のあだ名って、嫌な予感が。ポン、メイリン、あ、惜しい。ポン、メリン、そっちじゃない。わかった、メイリンだ。いや、そうだけど。そうなのか。違うよみんな、本メイリンさんだよ。ありがとう。どうしたんでしょうかね。きっと苦労してるんだろう。中国、デザートも買ってきてくれる？あ、プリンを購入済みです。ナチュラルに反応してるな。じゃあ私はどうかしら。名字わかる？あれ？いつも咲夜さんって呼んでるから思い出せないや。ふふふ。居酒屋咲夜さん？もう一息ね。居酒屋咲夜、誰がおかみさんか。居酒屋よ。Last night. どっから声出したの？というかあなた答えわかってるでしょう。わかった、咲夜だ。肉なのか。もうひっぱたいていいわよね。咲夜さん、抑えてください。じゃあフランならどうだろう。よく一緒に遊んでいるだろう。もちろん、覚えてるわよね。フランちゃんもフランちゃんって呼んでるから思い出せない。普段近くにいても忘れちゃうんだね。私はノートを受け取ったりしてるから覚えたよ。ノートがあれば覚えられるのか？フルネーム一つで色々考えられるものですね。教育者としては嬉しい光景だ。なんとかトイレットじゃなかったっけ？全然違うよ。あれ違ったっけ？お腹痛いの？そうなのか？意味わかって言ってるんですかね？いや、おそらくわかってない。まあ申し訳ない。ただ後ろからものすごい殺気が。すまないチルノ、守ってやれそうにない。チルノ、その血で償え。妹様を侮辱した。お、どうした？あたいまだ凍らせてないぞ。咲夜さん。咲夜、落ち着きなさい、咲夜。爆発にまた一歩。ありがとう、落ち着いたわ。嘘でしょ？さすがはケイネ先生ね。咲夜とメイリンは、トザトでの用が済んだら戻ってらっしゃい。申し訳ありません。直ちに。先生ってすごい。メイリンさん、咲夜さん。あら、今度は門番。パチュリー様が戻ってきたのならと。今日のコアちゃんはすごいね。何でもやってのけちゃう。そうね。自分でマリサを倒すって宣言して、本当にやってのけちゃうんだもの。いえ、実際にはフラン様ですよ。それでも妹様のお世話をしながら、NG 文字を言わずにやったんでしょ？本当にすごいわ。えへへ、褒めすぎですよ。その点私はメイリンとのんびり人里に行っただけなのに、NG 文字を言ってしまい、挙句その場で取り乱して醜態を晒すありさま。咲夜さん。ひとまずお部屋に戻りましょう、ね。今日の咲夜さん不安定ですね。あはは。でもコアちゃん本当にすごいね。ふふん、私だってやればできるんですよ。これでも悪魔ですから。まずいことに。お嬢様、もう後がなくなりましたよ。こっちも再発しちゃった。二人とも落ち着いてください。どうしよう。まずはあなたが落ち着きなさい。よく聞いて、二人を落ち着かせたら部屋に戻ってきなさい。それまではなるべく喋らないで。はい、わかりました。何かあったらすぐ言いなさい。いいわね。はい。まずいことになったわね。見えてた結果じゃない。忠告してても自由に喋らせてたらそうなるわよ。そうね。お待たせしました。あなた何やったのよ。やむを得ないわね。ここから逃げるの。私は見捨てるような真似はしないわ。咲夜たちだけでもと思ったのだけど、答えは同じだったわ。まあ、あなたたちらしい答えね。豊里耳の巫女、聞こえているかしら？はい、巫女でいいですよ。赤いのと緑のと被るからダメよ。はい。今までの協力、助かったわ。ありがとう。なるほど、最後ですからね。わかりました。では、私は陰ながらコウマ館の無事を祈っていますよ。それにしても、こうして話してみるとレミリアさんは随分イメージと違う方でした。かつて異変を起こし、夜の王と言われるあなたが一体どんな恐ろしい方かと思ってました。ですがこれまでの様子を聞いていてわかりました。あなたは館を守るために手を尽くし、私のような能力があるわけでもないのに館の住人の声に耳を傾け、言葉に気をつけるよう言いながらも、あなたは住人の言葉を奪わなかった。
それどころか、咲夜さんとメイリンさんには気分転換の時間まで与えた。きっと、どれも皆さんのことを思ってのことなのでしょうね。あなたは部下。いえ。家族思いの優しい主なのでしょうね。当たり前じゃない。私を誰だと思っているの？家族を守るのは主の務めよ。愚問でしたね。失礼しました。では、残り時間、頑張ってください。あなたならきっと運命を変えられます。ここまで来たらやはりワニをかぶりですか。とりあえず包帯でどうにかしてください。あ、では失礼します。だからそっちで何が起きてるの？どうやったら倉庫の火災を包帯でどうにかできるの？ねえ。レミー、今は次の手を。昨夜と小あがきの子生えそうなくらいは。というか実際生えてるじゃない。これ今つけたぬいぐるみだよ。いつの間に何やってるのよ。じゃあ揃ったところで、聞いてちょうだい。この館は、私たちがあと一文字発生するだけで爆発する状態になってしまったわ。そうなってしまったことをしのごの言う前に、今はもう後がない。悪いけど、最後の手に出るわ。こらえてちょうだい。ニトリ。わかってるよ。残念会の準備は白霊神社で着々と進む。わかってねえよお前は。こうして、レミリアの最終作戦が決行された。作戦は単純、一切の発言を禁止するというものだった。今、コーマ館には誰の声も響かない。それゆえ、もう装置の試運転には付き合えないという、残念会の連絡ではなかった。すっげー怒られた。ねえ、小悪魔？妹様？もう、嫌だよ。どうして普通にお話しすることがダメなの？どうして私たちだけいけないの？どうして？妹様。お気持ちはわかりますが、今は。そこの手で。いや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 、落ち着いてください妹様。止めないで昨夜、こうなったら共食いよ。共食い？共倒れですよね。お召し上がりですか？レミー。もう、潮時じゃないかしら。私たちはもうできる限りのことはしたわ。きっとこれは避けられない定めなのよ。今明らかに目薬使ったわよね。私の目の前で。お嬢様。あなたもなの？実は、先ほどからこの部屋の気が。そう。気の流れが読めるのも良いことばかりではないのね。かなり重くなっています。おそらく、疲れ切ってしまっているのでしょう。辛い思いをしているのは、私もわかっているわ。でも、ここで諦めるわけにはいかないわ。お嬢様。確かに、私たちはもう爆発に慣れてしまった。その後の修理までの流れも整ってるわ。お呼びですか？お呼びじゃない黙ってなさい。でも、これは慣れていていいものじゃない。私たちの家が壊れているのよ。おっしゃることはわかります。ですがたとえ住処が残っていても、そばにいる家族と話せないのなら意味がありません。意味がありますとは思えないでございます。でも、それは今の状態に慣れていい理由にはならないわ。それに、あなたたちまでも失ってしまうのが嫌なの。あなたたちだってこれ以上爆発に巻き込まれるのは嫌でしょう？言って減るだけじゃない。元も子もないこと言うな。もうこれは私のわがままでしかないかもしれない。でも、私たちはここで変わらなきゃ。たとえ繰り返されても、失うことに慣れてはいけないわ。諦める理由を探してても、前に進めない。私たちの力で勝ち取れる未来があるなら、諦めちゃダメ。お姉様。